こんばんは。それでは、今日は満足するということについて、少々お話をさせていただきたいと思います。皆さんはアリとキリギリスというお話を聞いたことがあるのではないかなというふうに思います。働き者のアリと、遊んでばかりのキリギリスですねがおりまして、アリが一生懸命毎日食べ物を探しては家に運びということをずっとやっていると。でそこにキリギリスがおりまして、毎日、歌を歌っているわけですね。それに対してアリが、いずれ冬が来るからあなたも今のうちから食べ物を蓄えておいた方がいいよというふうにキリギリスにアドバイスするんですけども、キリギリスは全然聞かないわけですね。でそうしているうちに冬がやってきて、キリギリスは食べるものがなくなってしまう。でお腹を空かせてアリのお家に行くわけですね。でそこでアリにどうか食べ物を分けてくれないかというふうにお願いするんですけども、アリはですね、だから言ったじゃないかと、残念ながらあなたに分ける食べ物はありませんということで、食べ物をもらえず断られたキリギリスは、そのまま飢え死にしてしまうというふうなお話ですね。このアリとキリギリスという、イソップ童話のですねお話なんですけれども、これには結末がいくつかの種類があるそうなんですね。今私がお話ししたのは最後キリギリスが飢え死にして死んでしまうというお話ですけれども、また別のものではですね、アリが優しくてキリギリスに食べ物を分けてあげると。でそのキリギリスは食べ物を分けてもらって、大いに反省したというものもあります。いずれにしてもですね、アリのようにですね、将来のことを考えてコツコツと働きましょうというふうなことが教訓として語られているのではないかなというふうに思います。先日私が読んだ本にこのアリとキリギリスが引用されておりまして、その本はDie with Zero というですね本なんですね。Dieというのは死ぬですね。with Zero、ゼロで死ねという本なんですけれども、簡単に言ってしまえばですね、お金を残さずに死にましょうというですね、なんでそんなことを言い出すかというとですね、そのアリとキリギリスでは、アリは毎日コツコツ働いていたと。ところがじゃあそのアリは一体いつ遊ぶんですかというふうに言うんですね。せっかく働いて、コツコツ貯めてるけども、結局遊ぶ時間がなかったらアリの人生は一体何なんだというふうなですね問いを立てまして、そのダイビーズゼロの作者というのは、働くことも大切なんだけれども、一方でその働いて貯めた、現代で言えばお金ですよね。お金をしっかり使って有意義な人生を送りましょうというふうにいうそういったお話なんですね。それをその作者はアリでもなく、また遊びほうけるキリギリスでもなくですね、アリとキリギリスの間のちょうどいいバランスのところで、仕事もしつつちゃんとお金も使ってですね、死んでいきましょう。死ぬ時に、ゼロになるように計算してと、ちょっと無理があるなと思うんですけども、そんなことができたら苦労はしないんですけども、そういう本でありました。で実はその本の言ってるところというのは、結構お金に余裕がある人に対してですね、残さずにどんどん有意義に使いましょうという話なんで、どちらかというと庶民の私たちからするとですね、自分には当てはまらないなというふうな感じの本ではあったんですね。じゃあ私たち、普通の一般庶民はじゃあお金がなかったら有意義な人生を送ることができないのかということになってしまうんですけども、そうではないわけですよね。おそらくそれはもう誰もが分かってるとは思うんですけども、お金のあるないにかかわらずですね、健康であっても健康でなくても、私たちは有意義な人生を送ることができるというふうに思います。有意義な人生というものを送る上で何が大切かというと、これは満足することだと思うんですね。結局私たちはお金がいっぱいあったら満足するかと、決してそうではないわけですよね。どこまで行ったって満足はできないですし、逆にじゃあお金がなかったら満足できないかと、決してはそうではないわけですね。世界中見渡してみれば、私たちよりお金のあまりない国というんですかね、貧しい国もたくさんあります。
でその中で自分の人生にですね満足して生きている人たちもたくさんいるわけでありますので、お金が多い少ないによってですねその満足できるできないというのは関係ないのではないかなというふうに思うわけですね。でその満足するということが大切であるということなんですけども、仏教ではこのことを生欲知足という言葉で表現しております。これは法華経にも生欲知足という言葉ありますし、日蓮大聖にもですね五書の中で生欲知足ということを勧められております。生欲は欲を少なく、知足は足るを知るということですね。足るを知るのは要するにこれでもう十分だと、足りているんだということを知るということが大切であるということなんですね。で、私はこの生欲知足のうちこの知足の方ができれば自然と生欲になるというふうに思っています。大切なのは今に満足するということなんですね。ところが多くの人はこれを手に入れたら満足しようって思っちゃうんですよね。あとこれだけ、それが手に入ってる、あとこれだけ、あとこれだけというふうに結局満足を先延ばしにしてしまってですね、結局死ぬまで満足しきれずに終わってしまうということになってしまいますので、大事なのはもう今なんだと。今自分が置かれている環境であったり、または物であったりとかですね、または家族であったり、そういうものに満足する。今の自分というものに満足することができれば、もうそれ以上望むことはありませんので、自然と生欲になっていくということになるかと思います。もうすぐオリンピックが開催されますね。例えばある国の選手が銀メダルを取ったとしましょう。何百人という世界中から集まった選手たちの中でですね、2番目になるわけですから、すごいことだと思うんです。ところがもしですね、仮にその銀メダルを取った選手が自分があと1秒早く走っていれば金メダルになれたのにというふうに思ったとしたら、悔やみながら残りの人生何十年も生きたとしたらですね、果たしてその人の人生は本当にいいものになるのかなというふうに思うわけですよね。で、一方でそのオリンピックで最下位になったとしたとしてもですね、その人がそのオリンピックという舞台に立てたということにですね、満足し、またそこに至るまでに多くの人に支えてもらったということに対する感謝を持ってですね、よかったな、ここに来れただけでよかったなというふうに思うことができたとしたら、その人はたとえ最下位でもですね、その後本当に素晴らしい人生というものが送っていけるのではないかなというふうに思うわけです。ですから私たちの人生においてこの満足するということが一番大切になるのではないかなというふうに思った次第であります。ところで最初に紹介したアリとキリギリスというお話にはですね、実はさらにもう一つ別の結末があるんですね。どういう結末かというと、アリから食べ物をもらえなかったキリギリスが最後こう言うんですね。僕は歌いたい歌をもうすべて歌ったんだと。だから君に食べ物を分けてもらえなくて死んでしまっても全然後悔はないよと。もう僕はこれから飢え死にするだろうと。そしたら君はどうぞ僕の体を食べてくれと。ちょっとかっこよすぎるんじゃないかというふうに思うんですけども、それを聞くとですね、まさにキリギリスは自分の人生というものに満足して死んでいくわけでありまして、私が先ほど言ったその満足して生きるということにとても共通点があるのではないかなというふうに思いました。ですから最初に紹介したアリの生き方、そしてダイ・ウィズ・ゼロのアリとキリギリスの間の生き方で、最後に紹介したのが満足して死んでいくというキリギリスの生き方という3つのパターンですね、お話をさせていただいたんですけれども、私は仏教的な生き方というのはどれかというと、最後のですね、自分の人生に満足して死んでいく生き方というものがふさわしいのではないかなというふうに思った次第であります。ということで今日は満足するということについてお話をさせていただきました。ご清聴誠にありがとうございました。